わずか1枚のカードを自分のターン終了時にエンドフェーズに特殊なゾーンに設置するだけの、一見すると他のゲームでも経験したことのあるようなゲーム構造ですが、アーセナルを使いこなすということはゲームプレイのレベルアップに直結しています。アーセナルゾーンに置かれたカードの持つ表現価値は単純にそのカードがアーセナルから使用された時の表現価値になります。しかし手札のカードと比較してアーセナルに設置されたカードは基本的にエンドフェーズ中に設置するのですぐに使えない1枚限定、ブロックとピッチには使用できなくなるなどアーセナルゾーン専用のゲームルールがあり、これらのゲーム構造から生まれる特有の利点と欠点が存在しています。そこで今回から3回に分けてアーセナルをよりうまく使いこなすために必要なアーセナル理論について考察していきます。初回の今回ではアーセナルゾーンカード設置で得られる利点について注目。第2回ではその反対の欠点。そして第3回では利点と欠点をもとにアーセナルプレイのコツ、教訓について語ります。1枚のアーセナルゾーンから使用されるカードには、どれか一つの利点を得る場合もあれば、複数の利点を同時に得ることもありますが、個人の見解としては、得られる可能性のある利点は5種類に分けられると思っています。アーセナル恩恵、5枚手札、カード温存、カードドロー、そしてブラフです。5つのうちで最もわかりやすいのが、ゲームのデザインレベルで意図的にアーセナルにカードを置くことで直接恩恵が得られるカードの能力です。代表的なのはクラス自体がアーセナルの戦術をコアとしているレンジャーヒーローの能力や武器、カードなどのアーセナルゾーンシナジー効果です。しかし、これはレンジャーに限らず他のクラスやカードでも見られます。ライトニングサージはシンプルにカード自体がアーセナルゾーンからプレイされることでボーナスを得ます。このカードは0コスト4点攻撃で普通に使用すると平均レートのカードですが、アーセナルからプレイすることで5は減がつき、レート超過のカードになります。アイスランダーのヒーロー能力では、ブルーカードをアーセナルに設置することで、カードを相手のターン中インスタントとして使用できます。レジェンダリー装備のクラウンオブシーズは、カードの種類に関係なく、状況は限定されますが、アーセナルから使用するディフェンスリアクションは、ドミネートの制限に引っかからないという点も、アーセナル恩恵として考えられます。アーセナルに設置するだけで、アーセナル恩恵が得られる強力装備です。現在、すべてのヒーローのインテレクトが4なので、手札ドローがない場合は、通常プレイヤーは各イニングを4枚のカードでプレイすることになります。しかし、アーセナルゾーンにカードを設置することで、実質的に手札を5枚に増やすことができます。そして中には5枚に増やした手札で単純にカード1枚分の表現価値が追加されるよりも大きなターン表現価値を得ることができるカードやシナジーが存在します。例えば、ファイなど連撃を得意とするアグロコンボデッキにおけるアート・オブ・ワー、ケイノーのイーサー・ワイルド・ファイヤーやレッスン・イン・ラバなどのコンボターンでは4枚と5枚の手札でターン表現価値が大きく変わります。ケイノーのワイルドファイヤーラバコンボをチューニックカウンターと運よくラガマフィンが3点分のリソースを生み出したとして計算したとき、手札2枚分ブルーピッチと合わせるとコンボ発動ギリギリの10点リソースとなります。この時相手がノーブロックの場合に提示できるコンボターンダメージ数は23点です。これに対してもしアーセナルにワイルドファイヤーが設置されていて、その分で引ける1枚の手札のカードがブルーカードだった場合はどうでしょうか。これによりコンボターンの表現価値はなんと35点となります。この状況でアーセナル仕様が生み出した表現価値は12点と1枚のカードで得られる表現価値を大きく上回ります。またコンボ級の大ダメージを出せなくても5枚のカードを1ターンまたは1イニングで使用すれば必然的に4枚の手札と比べてイニング表現価値が高くなるため、テンポを意図的に得る手段としても用いられます。5枚手札を同時に使うのが目的ではなく、ある特定のカードを効率よく、タイミングよく使用するために温存することもアーセナル仕様の利点となります。例えば、レート超過のブロックカードとしては代表的なシンクビローですが、その価値はオンヒット効果が持ったブレイクポイントを超えた攻撃をブロックすることで発揮されます。
よってこのカードを重要なゲーム分岐点まで温存することは戦略的に頻繁に用いられます。しかし手札にこのカードをレート超過で使用できるタイミングまで温存しておこうとすると、その間は3枚カードでプレイすることになり、その分テンポを失い続けることになります。そこでシンクビローをアーセナルに設置することで、シンクビローを温存しつつも、毎イニング、ヒーローのインテレクトの上限まで手札を補充し続け、プレイしていくことが可能になります。4つ目の利点は、自分のターン終了間際に手札にカードが1枚余ってしまったとき、そのカードを手札からアーセナルに設置することで、その分手札に新しいカードが引けるようになるということです。平均カード1枚3点の表現価値を考えると、カードを1枚多く引けるということは、3点分の表現価値を得た計算になります。しかし、ファブを始めたてのプレイヤーが気をつけなくてはいけないのが、カードドローのみをアーセナル仕様の決定要素としてはいけないということです。アーセナル仕様にはいくつかの欠点があり、もし利点がカードドローのみの場合、欠点の方が大きくなり、ゲーム全体を通して見たときに、そのカードのアーセナル設置により、総合表現価値が下がっている可能性があります。ブラフ効果が本当の意味での利点かどうかは微妙かもしれませんが、プレイ経験が豊富なプレイヤーほど相手の手札を予測しながらプレイするので、デッキのプレイスタイルによってはその効果は本物と個人的には考えます。例えばクラシックコンストラクト環境で軽能対戦経験のあるプレイヤーは、アーセナルに設置されたイーサー・ワイルドファイヤーの対応が試合の鍵となるのを理解しています。そこでアーセナルにカードが設置されている時には、コンボでワンターンキルを受けないように、あえて自分のターン中は手札を使い切らずにピッチ用のカードを1枚手札に温存します。コンボターン時のワイルドファイヤー1点のダメージは5点分の効果なので、ブルーピッチで3点防げれば15点ダメージを防ぐことになるので、戦略としては正しい判断です。しかし、もし軽能プレイヤーがワイルドファイヤーではないカードをアーセナルに設置していた場合はどうでしょうか。この場合、1枚のブロック用カード温存は無駄になり、軽能プレイヤーの視点から見ると、相手にカード1枚分の表現価値を何もせずに失わせたことになります。同様に、テンポアーキタイプのアイスランダーがアーセナルにカードを設置することで、相手はフロストバイトによる妨害を想定して、リソースに余裕がない手札なら、非効率でもカードをブロックに使用することを優先するようになり、テンポデッキの戦略と一致したゲームの流れに誘導できます。アーセナルにカードを設置すべきかどうか迷ったら、まずはそのカードを手札から使用した時と比べて、一体どのような利点が得られるのか考えてみるところから始めるのがいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。